小さな襟のラウンドカットシャツ、ここで切り、今回はバストだけのやや簡単な修正方法。こんにちは、服工房の村です。今回はこの034番小さな襟のラウンドカットシャツのバストを1サイズとか2サイズとか、大きくする方法をやってみようと思います。この型紙フリーサイズ M から LL までの方に合うというワンサイズ展開でしたが、大きめな方も作りたいっていうことで簡単な方法でやってみたいと思います。まず身ごろ、ちょっと変わった形ですので、身ごろがこんな形、前身ごろ、後ろ身ごろ、これが前ヨークで、ここに後ろヨークがつく、そういう形なんですが、バストだけなのでこことこことここで切り開きをして、あと袖はこういう形で、袖も袖幅大きくしないといけないので、袖幅とあとカフスも大きくするので、カフスもちょっと広げていこうと思います。まず身ごろからやっていきます。でここで平行に出すっていう方法もあるんですけど、平行に出すとこの縫い代もまた新たに取らないといけないっていうのと、このカーブももう一度同じようなカーブで引き直さないといけなくなるので、地の目と平行にこの合い印よりのこの合い印と鎌底の間、合い印よりのところで地の目と平行にまず線を入れていきます。前身ごろも同じようにこの合い印から鎌底の間、合い印よりのこの辺りで地の目と平行に線を入れていこうと思います。線を入れたら1本合い印を入れておきます。これで平行線が引けました。今どうやって平行線を入れたかというと、ここ地の目なので、地の目同士をこういうふうに今これとこれ合わせてつけてるので、こう合わせた状態で、この目打ちをピッとすると、それとそれを結ぶと、平行の線が引けます。前も同様にやっています。でこの部分、前の1箇所ちょっと合い印を入れます。これでここでパカッと切り開きをします。今回はぐるりで12センチ切り開いていくので、これ4分の1身で3センチずつ開いていきます。だいたい2サイズ分ぐらい大きくなります。これで切り開けました。前も切ってしまいます。これでこの間に紙を入れていきます。片っぽの紙を貼れたら、合い印としていたこの点をこう直角に、この開いた線に対して直角に線を入れます。これで平行に3センチのラインを引いていきます。でこの直角に引いたこの線とこの合い印合わせます。これでまたテープで貼っていきます。
この切り開いたところを直線でつないで、上のマンガルようにカーブを引きますと。これで、なので、今までこういうよりも、マンガルを上につないだ方が形がいいですね。こういうふうになります。で、粗い印をつけます。で、こう、新しい線に対して、上に一旦します。これで、この相手者は、マンガルの線で、カーブを引きます。カーブをカーブを必要になっているのが分かっております。このようにして、こういう切りがついたので、それをいいようにして、前にやっていきます。同じように、相手者の線を開いた線に対して、直角線を引きます。それで、3センチ平行線を引きます。相手者の位置を合わせて、3センチの平行線と切った線を合わせて、また平行線でいきます。こんな感じですね。ですね。で、この裾の線はだいたいこの切り開いたところを直線でつないで、これの真ん中を通るようにカーブを引き直すと良いです。まあでもこれは好みなので、ここ通るっていうよりもこのカーブをこの辺につなげた方が形がいいですね。こういうふうにつないでいきます。これで新たに縫い代をつけます。ここも 1.5、ここ新しい線に対して 1.5 の線に引き直します。これでこの合い印から鎌底までの寸法を測っておきます。後で袖を直す時に必要になってくるので、ここを測っておきます。ここに書いておきます。12.5。これと同じようにして、こういうふうに切り開きができたんですけど、これと同じようにして前も開きます。後ろと同じように合い印にしていた点をこの開いた線に対して直角線を引きます。これで3センチ平行線を引きます。で、この合い印とこの合い印の位置を合わせて3センチの平行線と切った線を合わせて、またテープで留めていきます。鎌底も同じようにこの開いた線に対して直角に 1.5 センチ下げます。この辺りは、鎌底のこの辺りは平行気味に合わせて、この辺までなだらかにつないできます。これでこの合い印から鎌底までの寸法を後ろと同様測っておきます。で、裾のラインも後ろと同じようにこの脇からつながる良いラインで書き直します。こんな感じだといいラインですね。これで身ごろを広げる修正はできました。これ例えば2センチだったら鎌底半分の1センチ下げたらいいですし、1センチだけ広げるよっていう時だと、5ミリぐらい広げるとこのラインもつながりやすくなります。で、次に袖をしていきます。この型紙は長袖の型紙と七分袖と半袖の型紙が3つ入っているんです
長袖の方で修正をしていきます。袖は平行に開くのではなく、袖口はここで開く3センチ分も広くしてしまうとカフスがだいぶ大きくなってしまうので、この袖幅では3センチずつと鎌底も身ごろと同じように 1.5 センチ下げるんですが、袖口では1センチ広がるようにしていきます。この場合はここでパカッと開くんではなくて、ちょっとここに紙を足して大きくしていきます。まずこの袖幅の線を両端延長します。で、鎌底を身ごろと同じように 1.5 センチ下げるので、ここ 1.5 センチ下げます。平行に。で、ここから後ろの今測った寸法が 12.5 センチだったので、ここもここから 12.5 センチの位置を求めます。なるところを探します。じゃあ、この続きにこんな感じですね。の角っこを一番端に物差しでグッと印をつけておいてから、この形に似た形でもう一度ラインを引きます。点々で書いてきたら、もう一度物差しで測ります。微妙に違ってましたですね。最初決まったところをちょっと軽く印をつけます。いいですね。これで線香がきっちりとあったら、きちんとした線にしていきます。これで大体どのくらい大きくなったかを見てみます。3センチ、3センチ。ちょうど同じほど出てるので、このまま、次はここの袖口は1センチずつ大きくするので、この1センチ出たところに向かって、とりあえず直線の線を引きます。で、その線もちょっとカーブしてるんですけど、同じように直線で結んでいって、こういうふうに直線でまずつないでから、角をカクってなってる部分を丸く削る感じで、袖下のラインを引いていきます。後ろも同じように、まずはここ1センチ出たところと、先ほど決まった鎌底を直線でつないで、真ん中よりもちょっと上、分量でいいです。いいですね。これで寸法がきっちりとあったら、きちんとした線にしていきます。これでだいたいどのぐらい大きくなったかを見てみます。3センチ、3センチ。ちょうど同じほど出てるので、次はここの袖口は1センチずつ大きくするので、この1センチ出たところに向かってとりあえず直線の線を引きます。で、元の線もちょっとカーブしてるんですけど、同じように直線で結んで、真ん中ちょっと上で7ミリぐらいくれているので、同じようなカーブで真ん中より少し上で直線でつないだところから7ミリ入ったところに向かって、こういうふうに直線でまずつないでから、角をカクってなってる部分を丸く削る感じで袖下のラインを引いてきます。後ろも同じように、まずはここ1センチ出たところと、先ほど決まった鎌底を直線でつないで、真ん中よりもちょっと上、目分量でいいです。7ミリ入ったところをカクカクっとまずカクカクとつなげてくると、ちょっとここが
カクンとなってしまうので、それをなだらかにつなぎ直します。これで、かま底、袖下、袖口の修正ができました。これで同じように縫い代をつけておきます。これで袖の修正ができました。で、袖口は2センチ大きくなっているので、この袖のカフスも大きくしておきます。こことここで1センチずつ、この合い印から見るとこことここで1センチずつ大きくなってるんですけど、長方形なので2センチ大きくして合い印をこう合わせて2センチずらす。でこっちは1センチずらす。でこの寸法に合わせて合い印を変えていくと、カスは2センチ大きくするだけで使えます。で今回はバストだけのやや簡単な修正方法だったんですけども、参考にして皆さんもやってみてください。